はい、南部鉄器職人の田山と言います。こんにちは。ここはどんな場所でしょうか。はい。こちらは南部鉄器の工房とあとさまざまな工芸品を扱う砂場という店舗がこう併設された施設になってます。はい、どうぞ。お入りください。私たちの会社では主に南部鉄瓶というですね、お湯を沸かす道具を作ってます。こちらは岩手の盛岡でだいたい400年ぐらい続いている伝統的な技術を使った手仕事の、はい、ものでして、それぞれこういうですねお湯を沸かす道具を作ってます。で、今は夜間のような形してるんですけど、以前はこういうですねいわゆる茶の湯ですねで使うお湯を沸かす道具、茶の湯釜というのを作っていて、それを使いやすくしたというのがこの鉄瓶です。今もそういった他の工芸品もはい、扱っているのははい、なぜでしょう。いやそうですね、我々鉄瓶を作ってるんですけど、例えば使い手の立場から見ると、鉄瓶で沸かしたお湯は何に入れるのというはい、やっぱりその生活シーンの中では鉄瓶だけで完結しないので、そういったいろいろなんて言うんでしょう、ライフスタイルというかいろんなものもご提案できると、より鉄瓶を使う楽しさが増えると思いますし、あとはやっぱりそのいろんな作家さんが素敵なものを作っているので、それを、作り手として皆さんにお伝えしたい、作り手の視点でお伝えしたいっていう思いがあって、さまざまな工芸品を扱ってます。作り手ならではとして。そうですね、はい、ものとしては見えるんですけど、やっぱりこの工芸というものってその背景にある、手作りで作ってるので、作り手のこだわってるところとか結構ですねあってなかなかそこら辺っていうのは作り手でしか伝えることが難しかったりするんですよね。やっぱりそういった意味で作り手さんのそういったこだわりとかもですね、作り手として伝えればうまく伝えられるんじゃないかなっていう思いもあって、はい、じゃあ中にご案内します。お疲れです。はい。こちらが鉄瓶を作っている工房です。はい、砂場砂場がさっきのお店も砂場っていう名前なんですけど、工房の中も砂場があってですね、この砂を使いながら、この砂を材料にしながら作業したりもするので、我々にとっては砂場は作業場みたいな感じですね。はい、そうですね、簡単に、製造工程も絡めてちょっとお話しますか。そうですね。はい、なんだろう、ものづくりっていうと多分例えば木工とかだと木の材料自体を加工していって形を作っていくっていう作業だと思うんですけど、我々南部鉄器は鋳造という方法を使って作ってます。でそれはどういう方法かっていうと、鉄でできている、鉄瓶なので鉄を扱うんですが、実は鉄自体を加工しているというよりは鋳型という型を作って、そこに溶けた金属を流し込んで形を成形するという作り方をしてます。でここに積み上がっているのが、はい、それぞれが1個ずつの鉄瓶を作る鋳型がさっきのです。外にあった鉄瓶の型ですね。そうです。あそこにちょっと
赤いリンゴの鉄瓶がありますが、はい、あれができる型がこれですね。でなんかこう上下こう2つに分かれていて、それを重ねると1つの型になると。でこれ自体は内側この型は川の砂と粘土を混ぜた芋の砂というので作っていて、まあ伝統的にはこういう土間にある砂をこういった鋳型に使ったりするんですよね。で溶けた鉄って1500度近いすごい高温なんですよ。なのでここからこう鉄を流していくんですけど、鋳型の特徴としてはその熱に強くないといけないので、素材としてじゃあ熱に強い素材何かっていうと、なんとなく私たち金属とかって結構熱に強いイメージがあって、調理器具とか金属で作っなのでそういうイメージがあるんですけど、実は砂ですね。鉱物が結構熱に強いので、400年以上前からこういった鋳造には川の砂を使ったりしてますので、我々も伝統的に川の砂を使って鋳型を作ってます。材料とかはもう400年変わらず？ほぼ変わってないですね。なので作り方もほぼ当時と大きな枠組みとしては同じ作り方で作ってます。はい。で削ったりして整えた後は、一番最後は色をつける作業が最後の作業ですね。はい。今ちょっとやってないですけど、これが漆ですね。はい。という伝統的な塗料ですかね。日本の伝統的な塗料で、隣にある刷毛を使って、でこういうまだ色がついてない鉄瓶に焼き付けという方法で塗るようにして塗装していくですね。はい。色は塗料単体で使うんじゃなくて、あくまで漆と一緒に色がつくっていう。漆自体がもう塗料なので、漆を今液体状態ですけど、熱をかけて強制的になんていうんですかね、固めていくというか、いう作業をすると、はい、液体がちゃんと鉄にくっついて塗装できる状態になる。これ伝統的にされてる方法です。これもじゃあもう400年とか？そうだと思います。もっと、はい。鉄鋳物自体の歴史はもっと長いので、はい。でも着色し始めたのはどれぐらいかちょっと分かんないですけど、伝統的な着色の方法ですね。漆器、漆の漆器は熱で固めるんじゃなくて、実は湿気、水分で固めていくっていう方法なんですよ。漆室とかもサウナみたいな。そうですそうですそうです。なので湿気でも漆って固まっていくんですけど、我々は熱で固めていくという方法で着色をしていきます。そうすると表面が覆われるので、錆び止めという意味合いもあるんですけど、さっき少しお話した通り茶の湯という文化で使う道具でもあるので、なんて言うんでしょう、風合いを出すというか趣を出すという意味合いで、着色をしているという2つの譜面が、はい、これにはそうですね、はい、あると。七輪抱えながらだから夏はめちゃくちゃ大変ですね。今塗った漆に全体に熱かけてしっかりなんですかね、固めてるところですね。我々カラスって言ってますけど、はい、熱で固まっていくんですけど、
最初の状態だとまだなんていうんですかね、半固状態なので、今ここでしっかり全体に熱をかけてしっかり固まる状態にしているところですね。でもう一回固まってから表面もう一回塗って色合いを整えてで仕上げになるんですけど、結構なんか適当にやってる感じに見ると見えるんですけど、だいたい300度弱ぐらい、鉄瓶自体が300度弱ぐらいの時に、一番漆がこう硬く鉄とくっつくんですよ。なのでこの煙の出方とか音、耳で聞く音とか、だから目で見ながら耳で聞きながらその温度の具合を測りながらこう作業してるんですよね。だからここで多分大音量で音楽かけたりするとそれが分からなくなるので、うまく着色作業ができないんですよね。結構五感で判断しながら。そうですね、はい。結構多くの工程があるんですけど、なんかいろんな工程でやっぱり五感でセンシングしながら、温度とかも五感で見ながらで、それで判断しながら作業していくっていうのがこの工芸の仕事の仕方じゃないかなと思いますけどね。